こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はブランチマイニング会で、ダイヤ進捗が 42.5% に達しました。折り返し地点がほんのりと見えてきた感じです。まあ死んだら元の木阿弥だけどね。で、生命の危機があるチャレンジは、せめて折り返し地点までに終わらせてしまいたいんですよね。なのでぼちぼち、突然変異まで含めた全バイオーム探しに終止符を打ちたいと思います。まあ思うのは自由よ。さて、実は最近気にしていたことがあって、それは採掘用に使っている地図の方で、リスポーン拠点南の砂漠バイオームが見えてしまってきたことです。今やってきた場所は企画開始当初、ダイヤを TNT で入手しようと素で掘りしていた砂漠の地下拠点なのですが、現時点で82周まで掘った風車型のエリアは大体この辺りで、これを予定の130周まで掘り進めたら、おそらく砂漠の地下拠点の採掘跡に繋がってしまうんです。つまり、ダイヤ採掘済の場所に繋がってしまうのね。今更ですが、もっと遠くで掘っていればよかったです。さて、1枚目の地図を南に抜けました。今回の探索エリアは最初の地図の一つ下で、19枚目から27枚目です。もう一方の企画の方では、13枚に1箇所の割合でメサが見つかっていることを考えると、ここまで探索すればメサは出てくるはずなんです。なんら説得力がないわよ。さて19枚目の探索を始める前に、牛を少々買っておきます。いらない牛肉は即座に捨てますが、地図を飾る額やエンチャントに使う本の材料に、皮を結構消費するんです。皮しか使わないのはもったいないわね。そもそも中身が空っぽの牛なので、中身は最初からドロップしないものと考えます。さてここから、デバッグモード全開です。なお、もはや未発見のバイオームはジャングルハシエムとメサとキノコ島だけですので、ジャングルメサキノコを目にしてからデバッグモードを開いてもいいのですが、何気に座標を見ながらだと東西一本道の探索がずれにくいので、今から利用しています。さて、今日のラグさんの調子は良いようでして、しょっぱなから船を回収させてくれません。占いで言えば今日が出た感じね。まあそれほど影響あるわけでもないのですけど。さて探索開始早々、ゾンビ肉デリバリー業者が這い出てきたようです。だからもういらないでしょうに。と、見間違いでした。せっかく剣を構えていたのに。さて気を取り直して先に進むと、前方からトンネルが見えてきました。ゲートもどきだけどね。本質的にゲートとトンネルの境目は曖昧なんです。だから全部トンネルでいいんです。で、近寄ってみたら一部繋がっていませんでした。騙された気分です。また見間違えしたのね。手前にしげしげしていた木々が悪いんです。さて、遠征1枚目の北コースを東に抜けて、遠征2枚目に入ります。ちなみに今回、サトウキビのストックがあまりないので、採取しながら進まないとなりません。地図1枚につき40個。この遠征中に360個のサトウキビを消費します。途中で足りなくなったらどうするの？なんとかしようかと思ってます。さて、この遠征で初のカボチャですが、取りに行くことにしました。こっち向いているものね。そんな理由ではありません。カボチャが何かに使えるかもしれないとか前は考えていたのですが、やはり長期遠征の精神衛生を支える上で、レア物集めは有効なんです。で、やっとサトウキビの取れやすい湿地にたどり着きました。さて、ようやくジャングルです。これ多分、拠点の東南東にあったジャングルの一部よね。このジャングル橋をくまなく探索しきる経験を積めば、私のジャングル橋探索家スキルはレベル2に上がります。ラグさんは相変わらず元気で、モブが出やすいジャングルの探索は若干おっかないです。パソコンが火を吹くかもしれない方がおっかないわよ。さて、
常日頃足元に警戒している私にとっては、峡谷はもはや脅威ではありません。うおっと、上に這い上がりづらいです。一番上だけが水源で、その下は水流だったようね。危うくジャングル橋ならぬ、ジャングル下冒険者になるところでした。むしろテリーのテリトリーじゃないの。違います。私のテリトリーはこんな高所ではありません。さて次はジャングル名物、ジャングルの神殿を発見しました。もはや面倒なだけでしょ。まあ試しに初挑戦ですが、まず入り口を確認し、場所の見当をつけて横から抜いてしまいます。で、ここから少し奥のこの辺に。うまくいったようです。まだピンポイントというわけにはいっていないわね。今後徐々に腕を上げられたらと思います。さてまた別の場所で峡谷を見つけたのですが、そこから伸びている巨木を拝めるのはいつの日のことやら。普通の木でも峡谷底のものは結構レアなんですよね。土の塊がなかなかないものね。さて、この遠征での初モブです。まあすでに見えているのでおっかなくもありません。何ですかこれ？ただの遅延クリーパーじゃないの。不を解けた。どうも、マイクラのことはまだまだ知らないことばかりのようです。それは事実だけどでも嘘よね。さてこの地図のジャングルは一周したようです。東の地図に向かいます。で、遠征3枚目では、ジャングル近くの村を見つけたのですが、特に目新しいことはなく、ここでついにジャングルが尽きて、無事にジャングル橋探索家スキルがレベル2に上がりました。ジャングル橋 M が途中で見つからなかったおかげね。それにしても、ジャングル橋 M は本当に存在するのでしょうか。過去にも見つけたことがなくて心配になります。さて、東直進に舞い戻って進んだところで、ニョキっていうのを見つけました。あれは何でしょうか？ニョキ、でしょ。近寄ってみたら正解は、どうも牛の住処だったようです。落ちてこないようなので先に進みます。さて東に抜けて、次が遠征4枚目です。そして地図中ほどを越えたところで、また幻の桃色羊を見つけました。もう珍しくもなんともないわね。一応珍しいんですけど。なお近くのサトウキビを取っていたらもう一頭発見し、さらに湿地の奥に入り込んだところであと2頭発見しました。幻の桃色羊バイオームももうあまり珍しくないわよ。大丈夫です。ここらで飽きたのでこれ以上は探しません。さてまた地図を東に抜けて、次が遠征5枚目の折り返しです。ようやく砂漠にありついたということは、そろそろメサが出る頃合いかもしれません。期待するのも自由よ。さて砂漠に入ったすぐ先で、まごうことなきトンネルをくぐり抜けて、さらに1分進んだら、なんで雪が。また随分と極端ね。さすがに砂漠から直に寒い気候に繋がってるのはおかしいと思うのですが、異常気象でしょうか。いやでも、異常気象なら案外メサがひょっこり出てくるかも。寒い気候にメサがあるわけないでしょうに。まあ現実は、カボチャと樹氷表現くらいしか見つからないんですよね。なんだかカボチャの挙動がおかしいわね。ラグさん大活躍中でカックンです。さて、遠征5枚目の橋に着いたので、南コースに向かいます。まだ少しカクカクしているわね。さっきよりマシですが、どうも地上では1回の収録が長引くとやや重くなってしまいます。そして、この小山を登ったところで、あら見事な断崖絶壁ね。まあどう見ても普通じゃないので、これは幻影でしょうね。でも、見えないものが見えるのが幻影じゃないの？どうなのでしょうか。実のところ、ここまでの規模の絶壁を見るのは久しぶりで、いつもはここまでひどくないんです。
そこでうっすら予感がありましたが、20秒も進んだところでまた樹氷表現が見えてきました。この生成処理で重かったようね。さてその後はまただいぶ身軽になって、南コースのスタート地点に着いたところで今回はここまでです。また成果がゼロだったわね。せめてジャングル橋 M だけでも見つかっていたら気が楽になっていたのですが、ともかく次回はこの続きからで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。